皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっともう今日も行くとこないですけど、9月は毎年水温がめちゃくちゃ高いですね。先週も 29.4 度とかでした。今日でも 29.1 度です。恐ろしい。それは魚も動かんですわね。ちょっともう諦め気味。ただまあそういう時だと思って今日もゆっくりね頑張っていきたいと思います。まあ楽しみながら漁をしたいと思います。では行きましょう。ちょっと1番目はダメの方を漕いでみました。20分漕いだんで上げてみましょう。チンコギではあまりダベの方とかみんな漕がないんですけどね。チヌと石ガネがいるかなと思って漕いでみたんですけど、いるけどやっぱり少ないっすね。飛んだんでしょうね。チヌ以外いくら石ガネを狙ったとはいえシャコを育たないもうこの大きさで終わります。石金なんと一つでしたね。もっとブワッとくるかと思いましたけども、よいしょ。イワシガエビ一つ、こっちの4つ。でも楽でいいですねここ。おお、ちょっとこれがいるかなと思って今日来てみたんですよね。ダベの方1匹だけいました。黒エビそろそろ出てくる時なんですけど、どっちでも大量に出てきてくれないとダメですよね。まだちっちゃいようです。それと少ないですけど、これ脱皮した渡りガニの脱皮した後確実に大きくなってくれてるみたいですけど、さっき1匹見えたんですけどね、この辺にいたんだけど、あ、いた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 、ゴンボさんと。いやーでも9月の半ばでこれはちっちゃいな。9月の半ばって言ったら昔もう15センチがいて取ってたんですけどね、やっぱり遅れてますね。他の船虫も遅れてますからね。もう海の中も遅れてるんでしょう。黒エビはダベと砂の境の方にいますんで、次はダベ地と砂地の混ざったような方行って漕いでみましょう。そっちへ向かって網をつけます。取ったからいいわ。おお、でも1匹ちっちゃいけど1匹いましたね。ちょっとまだ早いようです。前回の動画の時全然いなかったのにまたできとるやん。そうして肩のいい鈴木やったね。ちょっと嬉しい、かなり嬉しいですねこれ。本気で驚いてます。まあでもこの1番だけかもしれませんけど、ただ1番だけだったとしても嬉しい。2つ目のやつ、これはもうおかずにしましょう。こっから先は。お、これ丼のネタになりそうですね。なんか砂地の方がまだ見えますね。これはやわら、もう丼の素材検定です。これはまたどういう風の吹き回していてくれたんでしょうか。餌までおるし、全然よくしてなかったので、なんか嬉しさが数倍驚きました。今日潮いいんですかね。中潮ですけど、起きたばっかりの潮なんでいいのはいいんですけど、いやーしかしでも驚きました。やったね。
赤字の網ですけど、1番750円経費がいりますね。ここだと円金のおかげで助かりました。コンビナートが近いのでちょっと大型船多めです。あちらコンビナート、あっちへ行きます。山盛り取れました。あとはこのエビとゲタかな。おかずはあるようです。お、結構ある。もしかして売るぐらい行くのでは。おお、持っているところを金出してます。取ったばっかりの時は貝殻だらけだったんですけども、潮が早いんであっという間にその上に砂がかぶさりました。上がらなくなるといけないんで15分くらいで巻いてます。何でもいいからいいものが来てくれれば。あんなとこに黒エビいるんですね。なんか硬いところが多いんかな、黒エビ。あんまりいたことないですけどね、今まで。おー、ダブル。嬉しい。やりました。これは嬉しすぎる。大丈夫かな、これ。大丈夫か。やりました。しかも麺ももうついに麺も硬くなってるのが、さっきも硬かったし、掘り出しましたね、硬い。お、これはどんなネタ。酒とばみ持ったしって別にいりませんけど、なんかでもこれ美味しいらしいんですよね。とチヌもいたんで、よいしょ。これもいたんで U ターンしてみましょうか。期待はできませんけど一応 U ターンしてみましょう。まだスーパー前半ですけどチームだけは溜まってますね。あの鈴木はちょっと朝まで持たないかもしれません。U ターン成功だったのかどうか一応見えてますけど、これも落ちる寸前。ちょっとかなりやばいな。どうしよう。うわやばいな。こっちの網のおかげでこっち止まってる感じですね。これどうしましょう。ちゃんと飲み込んでください。どうなのか。一応ここにはいなくなりましたけど、異常な値段ですね、今年は。やった、嬉しい。爪はどこへ。ちょっと見えるんが早いですね。まだ水温29度ですけど、こういうところにはいるんですね。麺だけどいましたよ。今日は麺3匹目ですけど3匹とも拾えましたね。驚き。お、いいものがいるじゃないですか。西野すだれが今このスポンジ
ジがすっごい入るとこあるんですよね。もう上がらんのじゃねえかっていうことで、そこに行くとハモがいるんですけど、ナイスナイス。ほんとすごい遠があるんですよね。捨てるのも大変なぐらいです。またもやこれ硬いところにこういうものが見えるときは大体多い年なんですけど、ただ今までのそれが当てはまるのかどうかはちょっと最近の海の感じでは分かりません。ちょっとわざとイラの中を漕いでみました。だいぶ網パンパンですね。さすがにイラの中は何もいないでしょうかね。結構多いですね。びっくりした。だからこの中にいたんでしょうね。やっぱこれがめちゃくちゃ嬉しいですね。大凧帰ってきてますね、こっち。そろそろカメラに映るかと。帰っておいで。ちょっとこっちからお逃げ。悪くないというか、かなりこっちがいた。チームが多いですね。もう逃げてください。よいしょ。いいですけど U ターンはやめておきます。しんどそう。いいんじゃないでしょうか。前回よりは全然いい。チルも多めです。こっから上り潮なんで、もう前回も上り潮移動して大失敗だったんで、こっから伸ばせるのかどうかが問題です。ここなんですよね、スポンジの多いところ。もう目が潰れちゃって船がもう進まない。うわ嬉しい。カニ来てよかった。石がね、もうカニがいたというだけで、しかも面2つ珍しい。ちょっと怪しいな。これはダメでしょうね。ちょっと厳しいんでですね、カニは。これはもうダメですね。1枚でも嬉しい。1つはポイしときましょう。スポンジはかわしてるつもりなんですが、イラとスポンジの間通したつもりなんですが、おー、すごい。これはもう片方開けるともう今日一確定でしょうね。拾えてちょうだい。拾えるやった。もうそれで今日一確定。おお、またさっきのとさっきのじゃないですよね。おお、拾えるし、こっちから拾えるし、いつも上り潮同じとこやっててもダメと思ったんでかわしてよかったです。でこれナイスと思って U ターンしても来ないんでしょうね。もういつものパターンですけど、でももう全然こないだの撮影時よりはもう全然いいですね。がいいでしょう。チヌの量も違いますもんね。ずーっとチヌいますから。潮小さいと、基本チヌは潮小さいとやっぱあんま少ないですね。今日起きたばっかりなんですけど、いい感じの潮なんでしょうね。なんか今日は本当面のカニが拾えますね。今日はというかもう今日から拾えるんでしょうね。ただダメの中のやつはまだだと思います。ラスト小川出てくるかな。全然悪くない。参ったなこれ。変なもんが。いいぞ。
はこれにて帰りたいと思います。ちょっとはい、これ見てください。これ犬だらけやん。ちょっと多いと思いません今日は。多いな犬。なんと塩分来たらチヌもおるんだな。おお。まあ、水温高いけん去年も一昨年も水温高い時おらんかったけど、塩分来たらチヌもおるんですね。外気は涼しいけど水温はもう29度ぐらいあるけどね。へえ、だからもう朝見たら28度でした。28.1度。おお、やりました。犬だらけだと思う。川にも当たってくれるんや。やりました。やりました。なあ、だと思う。4匹だと思う。どれぐらい入れとんならっていう。おるが。いやもうどうせもうおらんまと思ってこっちの張り紙ガンガン入れたらこんなにモリモリに入れてもって最後は諦めてこっちに押すだけでこれ映さんといけんぐらいちょっと重なりすぎでしょ。ほんまや。しなんと日本でオピのために頑張ってくれ。最初黒エビオがおるからもう出てるかなと思って行ってみたんよ。おらんかったけどちょこちょこおったけやん。今日は黒エビ丼です。はい、お疲れ様です。今日はサントリープレミアムハイボール山崎水ならの深い余韻をいただきたいと思います。飲みやすい。では今日もこちらで作っていきたいと思います。黒エビです。精巻きの子です。カニの爪は自分が何も言ってなかったので炊いてしまったそうです。ママさん、これは私のミスです。いやでいいよ、全然 OK です。まあ絵的には刺身の方が良かったかもしれませんが、圧倒的にカニの爪は炊いた方が美味しいでしょうね。甘くなりますか。なんかここだけでもカニ飯風味でなんかもう美味しそうですね。では黒エビをのせていきましょう。よいしょよいしょ。わあ、さすがに黒いですね。黒エビっていうだけあって出来上がりました。全部美味しすぎるな。でもこれでも800円でいいでしょう。まあ醤油の方が美味しいと思いますけど、輪島の塩でいただきましょう。石川県の塩です。これは一流料理人さんも使っている塩であります。ちょっと塩の部分をまずいただきたいと思います。なるほど、醤油の方がいいですね。塩は美味しいんでしょ。塩はもう一回抜群に美味しい。それとやっぱりちょっと自分は正直黒エビ苦手なんですよね。なぜかというとちょっと匂いがあるんですよ。ただ誤解しないでください。匂いがあると言っても多分普通はあまり感じないと思いますが、自分はちょっと鼻がちょっと異常なのに警察犬。醤油とわさびの方がやっぱり匂いが消せるんで美味しくいただけますね。でもやっぱ後からちょっと余韻の匂いがくるな。だからエビの中でですわね、やっぱりちょっと動画や黒エビに比べると自分は苦手ですね。食べてみてください。匂い感じます？匂い。いや全然。じゃろうな。うまい。なので美味しいはずです。うまい。これから黒エビもっと出てきてくれると期待しておりますので、皆さん黒エビ食べてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。